はい。皆さん、こんにちは。ユニアトリエの加藤です。今日はですね、以前、円柱の書き方という動画で楕円についてご説明したことがあるんですけれども、その楕円の、理解が、まだね、うまくできてないという方がおられるようなので、今日は改めて楕円を描く、円柱形態というかね、円筒形のものを描く上で、え間違いやすいポイントというか、ありがちな間違い、気をつけるべきポイントについてお話ししようと思います。はい、早速行ってみましょう。よくですね、例えば、円柱形態、円柱状のもの、コップとか、はい、バケツとか、どんなものでもいいんですけど、そういったものを書くときにですね、よくですね、例えばこういうガイドラインを引いて、え楕円の形をですね、捉えようとする例があるんですね。例えば、これが中心を通るであろう線。中心の線に対して、この楕円を描こうとするときですね。例えば、この楕円っていうのが、例えば中心っていうのがですね、少し後ろにあると。こんな風に。少し後ろにあって、この手前が長く、後ろが短く見えている、ここが中心で、こういうガイドラインですね。後ろ、手前、右、左。そして十字を引いてですね、こういうガイドラインをもとに、楕円を描きましょうというふうに、解説している、そういった本とか動画とかあったりします。でですね、このガイドラインをもとに、楕円を描いていってですね、こんな風に、はい、こんな風にですね、楕円を描いている例がよくあります。はい、どうでしょうか。こんな感じに。手前が長くて、後ろ側が短い。こういう十字ですね。のガイドラインを利用して、楕円を描くと綺麗に描けますよというふうに解説している例が結構あるんですけれども、皆さんどうですか？この楕円を見て、何か気づくところありますでしょうか？はい、こんな感じですね。例えばね。ちょっと遠かったですかね。こんな楕円です。こういう例がよく見られます。でですね、これを見て、大体こういう風にすれば書けるんだなと思う人が多いと思うんですよ。そっか。手前が長く。これはあれですね。こういう正方形を斜め上から見下ろしたときに、中心っていうのは対角線を引くと出るんですけど、この位置。手前が長くて後ろが短い。真上から見た四角、正方形の、例えばこういう中心っていうのは、この長さ一緒なんですけど、これが斜め上から見下ろすと手前が長く遠くが短く見える。という、こういう原理にのっとって、楕円を描くときでも手前が長く後ろが短くっていうガイドラインを引いて解説している例なんですが、これって一見あってそうに見えるんですけれども、根本的に間違ってるんですよね。この部分です。この部分。根本的にっていうのはどういうことかっていうと、ちょっと
今、この部分を拡大してみせますね。はい。こんな風に、ここが、今、この位置ですね。これがこう、拡大されると、こんな感じだと思ってください。で、このガイドラインでは、上側の楕円が結構潰れ気味に、そしてここで接して、ここから離れつつ手前の、後ろのカーブと手前のカーブと、こうやって見ると結構綺麗につながってるようなんですが、これ例えばですね、こうやって斜めにして見たときにどんな形に見えるかっていうと、正円にはならないんですよ。このガイドラインを使った、このガイドラインを利用して描いた楕円っていうのは、こうやって見たときに、正円にはなっていなくて、上のカーブと下のカーブがちょっとこうずれているんですね。極端に言うと、上が潰れていて下が広がっている。丸みが強いというかね。こんな感じの、正円よりも、なんて言うんでしょう。ちょっと上が潰れたような楕円に見えることが多いと思います。はい、もう一度ここに戻ってきます。この部分ですね。ポイントは、ここで、接してるっていうのがポイントで、これが根本的な間違いの原因になります。はい、改めて書いてみます。はい、改めて書いてみます。まず、中心を通る線に対して、ある適当な幅、左右が大体同じになるような、こんな感じですね。で、後ろ側が少し狭くて、手前側が少し広い。こういったガイドライン、補助線ですね。これをもとに楕円を描くっていうのは、こう来て、ここで接して、で、ここから始まってここへ向かう。こういう楕円を描くことがほとんどだと思います。ここで接して、ここから離れながら、ここへ向かう。こういう感じですね。で、上手い人は比較的その歪みがわからないように楕円のカーブを、適当に調節するので、一見綺麗な楕円のような感じに見えるんですけれども、ここで、何度も言います。ここで接してここから離れるっていう、ここがその、一番外側ですね。外側に、一番外側がこの点で接してるっていう風に書いてる以上、手前が長く、後ろが短くて、ここを基準に、外側が決まってるっていう以上、これは正確な楕円にはなり得ません。はい。いいでしょうか。もう一回もう一回書きます。はい。縦と横のガイドライン。横がだいたい一緒で、縦の長さが、手前が長くて後ろが短い。こういう感じですね。こういう感じですね。ちょっとだけですけども、後ろが短くて手前が少し長い。この考え方自体はいいと思うんですけど、実際このガイドラインを元に楕円を書くときはどう書いたらいいのかやってみますね。もうちょっと潰れてた方がいいかな。すいませんね。もうちょっと潰れたガイドラインでいきます。ここが中心で、ちょっと後ろが、はい、こういうガイドラインでいってみましょう。これを元に楕円を書く場合に、こう来て、ここで接します。ここで接します。で、接したんですけれども、接した後、ここですね。外側に少し飛び出つつ、
戻っていきます。この点に戻っていきます。ここを少し拡大してみせますと、こうなっていて、こう来て接した後、外側に飛び出て戻ります。ここです。つまり接したのはこのガイドラインのこの終わりの部分というか、この端っこと接した後、外側に飛び出て戻ります。これが、先ほど、このガイドラインを元に書いたとき、ここから内側に入るんではなくて、一旦外側に飛び出てから戻るっていうのが、これ違うところです。ここですね。すごく見えにくいんですけれども、はい、反対側少し書いてみましょう。こう来て、ここで接します。ここで接した後、こう来て、ここで接した後、少し飛び出てから戻っていきます。こんな風に書ければ、このガイドラインも役に立ったと言えると思うんですが、この後ろが短くて手前の長いガイドラインですね。ですが、これガイドラインとして一体役に立っているんでしょうか？つまり、ここで接した後どのくらい飛び出ていいのかっていうのは、もう勘でしかないんですよね。その先の話をします。で、この一番飛び出たところがどこかっていうと、ここですね。ここは、この楕円の上下の2分の1のラインが一番この外側に飛び出た位置になります。ここがですね、ここが一番楕円の、長い、前長辺って言ってた気がするんですけど、長いこの径ですね。短い径じゃなくて長い径の一番飛び出たところが、ここになります。はい。まとめてみます。私の考える楕円を描くときのガイドライン、後ろが短くて手前が長いっていう、この補助線ですね。この補助線を使って綺麗な楕円を描こうとした場合に、こう来て、ここから少し飛び出てまた戻るっていう、どのくらいまで飛び出ていいのかっていうのは、このガイドラインからはうまく導き出せないと思います。で、ここから内側に入るとなると、横から見たときに綺麗な楕円にはなってくれません。正円にはなってくれません。正円よりも少しこう、上が潰れた、こんな感じの、正円に似てるけれども違う形になることが多いと思います。このガイドラインを使った時の間違いやすいポイントっていうのはこういうことです。で、うまく書こうと思ったら、ちょっと飛び出さなきゃいけないんですけど、どのくらい飛び出したらいいのかっていうのは勘でしかなくて、この部分ですね。であれば、私はこれ、最初から縦と横が、これ同じ長さに、こことここが同じ長さになるような、補助線、ガイドラインを用意しておいて、それで楕円を描く方が合理的だと思います。ただ、この楕円の中心っていうのはここではなくて、少し後ろに来てるんですね。で、その後ろはどこかっていうと、当初、こういうね、正方形を斜め上から見たときに、どんな台形に見えるのか、対角線を引くと中心が出るというお話をしましたけれども、これがこの楕円を描いた時の中心になります。ただ、一番外側、このね、一番外側はどこかっていうと、これが2分の1になる。この位置なんですね。この部分。ここ何度も強調しますけれども、ガイドラインを間違って使うと、綺麗な楕円が描けなくなるので、そこをよく覚えておいてください。今日は間違いやすい楕円のガイドライン、補助線を使い方について、手前が長く後ろが短くなる、そういった補助線っていうのをしっかり理解して、書いてほしいということと、
実際に楕円を描くときに、その補助線、これですね、後ろが短くて手前が長いっていう、ガイドライン補助線があまり役に立たないっていうことをお話ししました。はい、今日は以上になります。それではまた。